庭菜園ライフ。皆さんこんにちは。目黒で菜園をやっている西川です。目黒で菜園をやっている川西です。今日は6月27日から7月3日までに配信した動画にいただいたコメントにご返答していきます。はい、前回2人でやってみましたが非常にやりやすくてご回答しやすかったです。西川さんどうでしたか？そうですね、一人で質問を読みながら回答するよりはやはりこのように掛け合いでやった方が答えもしやすいんで、今後もこの形を続けていきたいなと思います。はい、今回も先週配信した動画にご回答していきたいと思います。それでは行ってみましょう。家庭菜園ライフ。はい、それでは6月27日さつまいもの水管理の動画にコメントいただきました。プランターの場合はお水はどの程度すればいいのでしょうか？かなり日は当たりますとのことですが、さつまいものプランターどうでしょうか？プランターの場合土の量が少ないですから早く乾燥しやすいので、やはり朝夕表面が濡れる程度に水をあげる方がいいと思います。ただ貯水タイプのプランターをお使いの場合は貯水タンクの水を切らさないようにされるだけでいいと思います。ありがとうございます。それでは続いて6月28日アブラムシ対処法3選の動画にいただいたコメントです。お酢は原液をそのままスプレーするのですかということですが、これは違いますね。はい、そうですね。大変なことになってしまうので必ず希釈していただきたいですね。はい、お酢の場合原液ですと、除草剤に使うぐらいですから、枯れてしまいますから、おっしゃるように、やはり希釈する。希釈倍率はやはり500倍ぐらいからやられた方がいいと思います。はい、もう倍率にはかなりちゃんと気をつけていただいた方がいいかと思います。じゃあちなみにお酢はどのような種類のものを使ったらいいかってご質問もよくいただくんですけれども、どういうお酢がいいでしょうか？お酢の場合ですね、やはり炭水化物を補給するという目的がありますので、炭水化物をきっちり含んだお酢、つまり醸造酢を使っていただくのがいいと思います。はい、ちなみにこの農園ではどういう種類のお酢を何ていうやつを使ってますか？こちらは普通のお酢メーカーの食用の醸造酢を使っています。はい、ということです。皆さんぜひ使ってみてください。6月28日阪神胃腸病発生した時の対策の動画にいただいたコメントです。地温を上げないために藁をしようとのことですが、もみ殻ではダメですかということです。こちらの動画でご紹介したのはござを敷くという方法だったんですが、藁というふうにご質問いただいたので、一応その藁を敷くってことに関してですが、もみ殻でも代用は可能ですか？はい、もみ殻の場合囲いのない平らな表面ではすぐに流れて飛んでいってしまうんで、例えばプランターの鉢の中でやられる場合は効果があるでしょうけれども、やはり藁などを、麻紐郵便なのである程度固定して使うというのが一番いいんではないでしょうか。はい、ということです。はい、続いて6月28日の阪神胃腸病の動画にいただいたコメントです。まだ青いトマトのお尻が複雑な形でえぐれている、食い込んだようになっています。またえぐれたままで成長はしていますが、皮全体が艶がなく産毛が覆っているように見えますという青いトマトの症状なんですけれども、こちらどのように対処したらいいでしょうか？おそらくカルシウム不足になっているのではないかなと思います。特に最近暑くて乾燥が続いていますから、土が乾燥してカルシウムが水溶性ですから溶けなくなったので、根が吸収できなくなったのではないかと思います。でそのような場合はやはりこまめに換水をしてカルシウムを溶かして根から吸収できるように対策するのが一番いいのかと思います。なるほど。何かを加えるっていう考え方ではなくて、もう水でしっかり根が吸収できるような状態に持ってってあげるの方がいいと思います。例えば苦土石灰、カルシウムを含んだ苦土石灰とか、いろいろなものはありますけれども、測定器もないその方法もないのにむやみやたらと肥料等を入れるのはあまり感心したことではないと思います。ですからとりあえずは水をあげて換水で対策していただくということで改善が見られると思いますので、ぜひ試してください。続いて6月29日トマトの実を赤くする方法の動画にコメントいただきました。ミニトマトはそれほど強い日光が必要ではないのですね。今日
遮光ネットをかけたので良かったです。ところで、この酷暑では遮光ネットをかけても受粉は難しいでしょうかというご質問です。ね、すごく今年の夏暑いですけれども、遮光ネットかけた時に受粉できるような工夫でありますか？そうね、遮光ネットで完全に上から下まで覆ってしまっては受粉を促進する蜂などが入れなくなりますから、少なくともそういう虫たちが入れるような隙間だけを開けていただいたらいいのではないかと思います。遮光ネット以外に、対策の方法として葉が十分あれば葉を実の前に持ってきて葉で影を作ってやるというやり方もあるようです。ありがとうございます。続いて6月30日小倉の収量を上げる方法の動画にいただいたコメントです。ナスに小さいカマキリを見つけました。大丈夫ですかということですが、カマキリはいかがでしょうか？カマキリは害虫を食べてくれる益虫なので、よほど大きなカマキリで噛まれない限りそのまま置いておいた方がいいと思います。あとは益虫はどんなものがありますでしょうか？益虫は例えばアブラムシを食べてくれるテントウムシが益虫の一つです。代表的なものですけれども、ただしテントウムシの形をして同じような形なんですがテントウムシダマシというのがいます。でこれは益虫じゃなくて害虫、葉を食べてくれますので害虫になります。やはり虫の中でも肉食性の虫、これは益虫、草食性の虫は害虫というふうに考えていただいたらいいと思います。続いて7月1日、7月のプランター栽培のコツの動画にいただいたコメントです。ミニトマトベランダ菜園です。だいぶ成長し支柱と同じ高さほどになったのですが、成長点を切る場合この後は脇芽を伸ばし収穫を狙う形になりますかということですけれども、ここまでね支の高さまで来た後の成長点を切った後どうすればいいでしょうか？トマトのミニトマトの場合だいたい2メートルぐらいの高さで、花房が8段から9段、10段ぐらいまでで、収穫するのが一番いい実がたくさん収穫できる栽培方法だというふうに認識しています。成長点を支柱の高さで切り取ってその後脇芽を伸ばすというのであれば元の枝をまっすぐ伸ばす方がより効果的だと思います。ただし花房の数が増えれば増えるほど実はだんだん小さくなってきますし、下の方の実と栄養を分散しますので下の方の実の成長も悪い、成熟も遅いという結果になりますから、やはり2メーターぐらいの高さで成長点を切って全ての実が十分に栄養を吸収して熟して収穫できるようにするのが一番いいのではないでしょうか。こちらのトマトをご覧ください。こちらは約 1.5 メーターの支柱で育てています。ここまで伸びてきています。ご質問の趣旨は先端を切った後脇芽を伸ばすのですかということだと思うんですが、見ていただくと分かるように花房がもうすでに収穫が終わっています。1段2段3段4段5段、この場合5段ついています。この状態でも分かるようにもうすでに収穫の終わったもの2段、それからもう収穫に近づいたもの、これがこれから収穫にかかるわけですけれども、ご覧のようにどんどん粒は小さくなってます。ですからこれ以上先端を伸ばしても脇芽を伸ばしても収穫できるものは小さくなってきますから、このような場合先端を摘心してここまでのトマトを十分大きく熟して美味しく食べていただく、それがトマトの収穫のコツになってきます。むやみやたらと伸ばしても青い小さなトマトを夏が過ぎてから収穫するというようなことになりますので、あまり意味がないと思います。続いて7月2日やっていいこと悪いことの動画にいただいたコメントです。ナスやピーマンの株間に植えられているのはレタス、ツナサンチュでしょうか？これはコンパニオンプランツで植えているのでしょうかということなんですけれども、これは特にコンパニオンプランツというのではなくて、ナスの苗木、ピーマンの苗木を植えた時に成長すると大きくなるので株間を70センチから80センチ離しています。それだけ離れていて大きいスペースがあるので株が大きくなるまで、枝が伸びるまでの間何か育てたらいいんじゃないかという提案です。これをご覧ください。もうだいぶ大きくなりすぎたんですが、こういう形で育てていました。ただこちらのようにナスなんかが枝を伸ばしてきます。そうするとこの下は作業はしにくいので、だいたい4月から5月6月の前半ぐらいまでに収穫を終えてしまうというのがこの場所の利用方法です。これは取り逃してまだ大きい状態ですが、ナスの枝が伸びてきて作業はしづらくなっています。
続いて7月2日やっていいこと悪いことへの質問です。7月から菜園を始めました。何を植えられるでしょうかということです。7月から植えられるもの、夏に向かいますので、いろいろ難しいんですけど、やはりいいのは、オクラを苗から植える、もしくは人参、このぐらいができるものになるかと思います。ただし、人参を植えると収穫時期が、秋冬野菜とオーバーラップしますので、秋冬野菜の栽培が遅れることを、そういうリスクを理解しながらやっていただくことがいいと思います。ですね。秋冬の計画も含めてぜひやってみてください。では本日は6月27日から7月3日に配信した動画にいただいたコメントにご返答していきました。塚さん、今日どうでしたか？今週のいろいろコメントいただいて答えていく方も楽しいですし、やはり自分も勉強になりますから。あなたはどうですか？やはり勉強になりますか？そうですね、はい、本当にコメントいただいてとても嬉しいですし、一緒に勉強していけるので、本当にありがたい機会をいただいていると思います。いつもありがとうございます。皆さんまだまだ猛暑が続くと思いますので、熱中症など対策気をつけて作業されてください。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。